地震前から隆起、地元民が数十年かけて体感してきた真実。どうも、輪島の小さな漁師です。今回は地元民だからこそ知る、長い時間をかけて地震前から起きていた不思議な現象についてお伝えしていきたいと思います。令和6年能登半島地震による地殻変動で隆起により海岸が広がったことが報じられています。隆起したという事実を知り、ここ数十年の間実際に体感していた不思議な現象は隆起によるものではないかと思うようになりました。能登半島は古来からの度重なる地殻変動によって隆起が繰り返され作られたのであれば、地震前から徐々に隆起が進行していたとしても何ら不思議なことではありません。長く住んでいる地元民はそれが隆起だとは知らずに異変が起きていることを何十年もかけて肌で感じていました。私が身をもって体感していた異変を画像を用いて説明します。満潮時、干潮時で若干変わりますが、あまり潮位はないエリアです。2023年1月震災後、輪島自宅前で撮影した現在の海岸画像です。紫で示したのは今から25年ほど前までの水位です。テトラポットの下は50センチほどの水深で、間からカサゴ釣りができるほどでした。祖母にさばいてもらい、よく晩ご飯のおかずに出たものです。当時はほとんどが岩場で、画像のように浜の砂はありませんでした。次に青色で示した位置が15年ほど前からの水位です。テトラポットの海側下段に少し波がかぶるくらいになっていました。テトラポットの下にはほぼ海水がない状態です。この頃はすでにテトラポットの間では釣りをすることはできなくなりました。何年もの月日をかけて徐々に少しずつですが確実に地形は変わっていました。沖合の赤い線が現在の海岸線です。テトラポットから100メートルほど海岸が遠くなっているのがわかります。水深2メートルから3メートルの場所までが陸地となりました。この隆起前に海中だった場所ではアオサやノリなど多くの海産物が取れる豊かな海でした。それでは地震前に徐々に起きていた変化を地元民はどう解釈していたのでしょうか。もちろん漁師たちは自分たちの海に起こる些細な変化を皆が把握していました。近郊で港や堤防、テトラポットなどの建設が隣の町や自分たちの住んでいる地域で度重なり新たに建設されていたので、その影響で潮が変わり砂が入ってくるようになったという解釈でした。実際に住んでいる地元民としてはまさか隆起しているとは思うはずもなく、皆が砂が入ってきたという感覚で納得しており、疑う余地すらありませんでした。昔の海とは変わったな。それは皆が体感していた事実でした。この場所は昭和初期から使用していた漁港跡の現在の姿です。数十年前から漁港内に砂がたまるようになり、毎年重機でそこを掘って砂を出しては港として使用できるように対処していました。しかしながら年々と増え続ける砂の量に苦しめられ、この漁港は閉鎖し、現在使用している新しい漁港へ移ることになりました。地震前でも傾斜の先までこのように海水がある漁港跡でした。冬になると先端にはアオサやカタノリがたくさん生えていました。次に実際に変化してきた隆起について同じ場所での証拠画像を用いて比較説明していきます。こちらは海に鎮座している鳥居の様子です。祭事では鳥居まで船で神輿を運びます。30年ほど前に鳥居前の海岸には階段が作られ、奥にはテトラポット、横には港ができました。この頃は
階段の下段まで海水が来ています。こちらは15年ほど前からの様子です。階段の先に長く砂浜ができるようになり、鳥居付近まで陸地になっている様子がわかります。鳥居までの距離はだんだん短くなり、みこしを鳥居まで運ぶ際も船を漕ぐこともなくなってきていました。地震後の様子です。鳥居は崩れ、海底は隆起し陸となり、海岸は遠く離れてしまいました。もうこの場所でこれまで行ってきた祭事の姿が見れることはないかもしれません。今回の私は諦めません。先祖から受け継がれてきたこの土地を、この海をこれからの子孫へ残すために新たに切り開いていきます。過酷な道のりだとは思いますが、先人たちがそうしてきたように何年かかるかは分かりませんが、決して諦めず前向きにこれからの人生をすべて復興に注いでいきたいと思います。当チャンネルでは現状や過去の漁、復興していく姿を発信していきます。皆様の応援が何よりの力と励みになりますので、高評価、チャンネル登録をしていただければ幸いです。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。